キュートなシルエットの水陸両用車、シュビムワーゲン。タミヤの新作キットを今回はエアブラシなし、筆塗りなし、マーカーだけで爆速で完成させていきます。カブラザドです。今回作るのはタミヤ35分の1シュビムワーゲン166型ワイドホイール仕様。完全新規金型ではなく、1998年に発売されたシュビムワーゲンのバリエーションキット。C ランナーと V ランナーが新規パーツ。一番の変更点はキットの名前通り、タイヤが分厚くなったところですが、フィギュアがアップデートされてたり、マシンガンが追加されてたり、他にもところどころパーツがアップデートされてます。私は最新のタミヤのフィギュアの大ファンなので、古いキットのフィギュアをアップデートして再発売っていうのは今後もどんどんやってほしいです。迷彩柄もあって塗り分けが大変なキットですが、今回はこのキットを成型色と最新の高性能水性マーカーを駆使して、サクサク爆速で攻略していきます。開封してからまず初手で塗装。全部のランナーにミスタースーパークリア艶消しでトップコート。今回は水性マーカーを使いまくるので、艶消しトップコートでマーカーの塗料の食いつきを良くする下地にします。撮影の都合で塗装ブースを使ってますが、もちろん屋外とかベランダで OK。乾燥したら組み立て開始。マットの質感が組み立てを普段より少しリッチな気分にしてくれます。説明書のステップ1。早速部分塗装の指示があるので、今回の制作のメインウェポン AK リアルカラーマーカーを使います。今モデラー界隈で話題沸騰中の超高性能水性マーカー。現在超品薄なんですが、専門店を巡ってなんとか確保しました。普通の模型用マーカーって使う前にシャカシャカ振ってペン先をノックして塗料を出す仕組みですよね。ペン先が硬くて太いし、塗料の出る量もコントロールしにくいので綺麗に塗るのが難しい。それに比べて AK マーカーは振ったりノックが不要。ペン先が柔らかくて筆状なのでめちゃくちゃ塗りやすい。しかも隠蔽力も高くて乾燥も早い。マーカーでは本格的な塗装は不可能というイメージをぶち壊す革命的なマーカーです。カラーラインナップもミリタリー系で必要になってくるカラーをしっかり抑えてくれてます。はみ出しちゃったら爪楊枝とかで削ってあげれば OK。プラモの説明書。各ステップに部分塗装の指示がありますが、実際にはある程度組み立ててから塗るのが普通ですよね。ですが今回は組み立てと部分塗装も同時進行でやっていくので、完全に説明書通りに進めます。手順がわかりやすいので速度アップになりますね。このキットの目玉パーツ。新規造形のワイドタイヤ。タイヤの溝を再現するためにホイールを5分割したタイヤで囲む7パーツ構成。タミヤの気合を感じますね。これを5個作るのでなかなかのハイカロリー。タイヤの塗り分けも AK マーカーのフラットブラックで、結構広い面積ですが筆ムラはほとんど目立ちません。この塗り分けをエアブラシでやるとマスキンはかなり大変なので革命的ですね。本当は AK マーカーにはタイヤを塗るためのラバーブラックという色があるんですが、この色は特に人気で入手できませんでした。1点だけ改造。ホイールの内側と外側の環合部分、45度ずらした位置に溝を追加。これで2つの角度でパーツを接続できるようにします。さらにタイヤに 3mm 穴を追加。これで 3mm 軸を使って車体を起こした状態でディスプレイできます。タイヤの取り付けでトラブル発生。左右を間違えて取り付けちゃいました。タイヤの溝の向きが逆になるので修正が必要。接着剤でしっかりくっつけてしまったのでやむなくエッチングソーでカット。最新のタミヤのキットだったら左右逆にしたらパーツがはまらないように工夫してると思いますが、そういえばこれは30年前のキットでしたんで油断してました。アロンアルファ光で再接着。ちょっと傾いてしまいましたが、今回はこれで許してください。網目状の構造を再現するメッシュパーツ。説明書に原寸図があるのでこれに沿ってカットして貼り付け。こういうところタミヤのおもてなしの心が行き届いてますよね。スコープとかオールのパーツも留め具のディテールが追加された新規パーツが付属。車内の複雑な内装も筆塗りやエアブラシだと大変ですが、成型色のダークイエローは活かしつつ AK マーカーでサクサク攻略していきます。ところどころ組み立て方を選択するところがあります。組み立てが簡単な方を選んで時短します。時々そんなに急いでプラモを作る意味あるのとコメントをもらうことがあります。私はプラモってテレビゲームと同じだと思うんです。じっくり時間をかけて世界観を味わうのも王道の楽しみ方ですが、タイムアタックという楽しみ方もありますよね。短い時間で完成というゴールにたどり着くためにどうやって工程を最適化するか頭をひねる。そういう楽しみ方があってもいいと思ってます。
シュビムワーゲンはドイツ語で泳ぐ車という意味。名前の通りの水陸両用車です。フォルクスワーゲンビートルや軍用車のキューベルワーゲンと同じく、フェルディナンド・ポルシェ博士が設計した車です。バスタブにタイヤをつけたようなキュートなデザイン。最大の特徴はお尻についているこの折りたたみ式のスクリュー。水に入るときはこのスクリューをパタンと下ろしてエンジンの動力に直結させて前進。フロントタイヤを舵に使うというアナログで力技な仕組み。第二次世界大戦の水陸両用車としては世界最多の1万4000台が生産された傑作マシンでした。組み立てが完了したので明細を塗っていきましょう。AK マーカーにはドイツ軍の迷彩色がバッチリラインナップされてます。シュビムワーゲンの迷彩塗装は現地塗装。スプレーで塗った場合もあれば、ハケで塗った場合もあるそうです。だからパッケージの柄だと迷彩の境界がボケてますけど、くっきりしてても間違いじゃないんですよね。筆ムラがある方がむしろリアル。ウェザリングもしましょう。タミヤスミレ塗料ダークブラウンでピンウォッシュ。奥まったところに塗って、乾いたらエナメル溶剤を染み込ませた綿棒で拭き取り、溝の周りに少し塗料を残すのがリアルに仕上げるコツです。多少マーカーの塗料も落ちちゃうので、できるだけ優しく。今回は筆塗り禁止ということでドライブラシの代わりにタミヤウェザリングマスター。タイヤに砂ぼこりをつけていきます。スポンジチッピングもしましょう。チッピング専用スポンジポンポンを使います。タミヤエナメル塗料ジャーマングレーをスポンジにつけて、キムワイプでカスカスになるまで拭き取ったら、一応ポンポンと叩きます。これで塗装が剥げた状態の表現が簡単に再現できます。ウェザリングを終えたらこんな感じ。マーカー塗装とは思えない仕上がりになったんじゃないでしょうか。フィギュアは旧パーツも余剰パーツとして付属するので、両方組み立てて見比べてみましょう。最新のタミヤのフィギュアは実際の人間を 3D スキャンして作られていて、他社を圧倒する高クオリティ。旧バージョンのフィギュアと見比べてみると、30年の間の技術革新がよくわかりますね。フィギュアの塗り分けはミリタリープラモを難所。私はいつもやる手ではありますが、モノトーン仕上げで時短します。フィギュアをディスプレイ水性アクリルマーカーグレーでベタ塗り。このマーカーも AK マーカーと同レベルに高性能なマーカー。AK マーカーがミリタリー向けなカラーラインナップなのに対して、ディスプレイマーカーはガンプラ向けなラインナップです。残念ながらディスプレイマーカーもかなり品薄。ベタ塗りした後はタイヤと同じくタミヤウェザリングマスターで濃淡をつけます。仕上げに再度ミスタースーパークリアツヤ結晶トップコートしてツヤを整えます。スプレーしたらウェザリングマスターがほとんど吹き飛ばされちゃいました。次回に向けての反省点。乾燥したらフィギュアを乗せてハンドルを取り付けてウィンドシールドに透明パーツを取り付けたらシュビムワーゲンの完成です。シュビムワーゲンは第二次世界大戦でドイツ軍が使用した水陸両用車。1942年末に生産が開始され、多くの部隊で偵察や連絡任務に使用されました。四輪駆動とワイドタイヤの走破性で起伏の激しい地形や市街地の瓦礫を攻略。さらに水上航行能力で湿地帯を攻略。大戦後半のあらゆる戦場でその優れた機動力を発揮して活躍しました。以上、タミヤ35分の1シュビムワーゲン166型ワイドホイール仕様の作成でした。AK リアルカラーマーカー、ディスプレイ水性アクリルマーカー、ぜひゲットしてあなたのプラモ制作を加速させてください。エアブラシがなくてもハイクオリティなプラモが完成できると思います。この動画が面白かった、参考になったという方は、ぜひ高評価、チャンネル登録をよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。じゃあね。